端っこのアトリエにようこそ。この動画ではマインクラフトの建築用モッドミニアチュリアを使った街づくりの様子を紹介していきます。ミニチュリ作者が立ててくよ。スタート。はじめまして、端っこです。今回から私の作ったモッドミニチュリを使った建築をまったりマイペースでやっていきたいと思います。すでにご覧いただいてるかもですが、タイムラプスでの建築動画をいくつか上げてます。あっちとは別にこのシリーズでは設定とかこだわりとかを解説しながら紹介する内容にしたいなって思ってます。ミニチュリモッドの使い方のコツなんかもモッド作者の視点から紹介していけたらなって思ってますので、興味のある方はぜひぜひチャンネル登録よろしくです。ここでミニアチュリアモッドについても紹介しておきます。この建築には普通のマイクラにはないブロックが色々使われていますよね。これらはミニアチュリアというモッドで追加されたものなんです。このモッド、なんと端っこが作ったんです。もともとバージョン 1.7.10 用のリソースパックがあったんだけど、このモッドはその発展型なんです。1年半ほど前に Java プログラミングを勉強し始めて、今年の5月についにプレリリース版を出すことができたん。やったね。このモッドはブロックをたくさん追加すると同時にブロックの特殊な置き方を可能にします。モッドの導入方法や注意点などについての詳しい説明はまた別の動画でできたらなって思います。ミニチュリハンマーというツールを使った建築のプロセスは操作などもなかなか面白いと思いますので、興味を持たれた方はぜひモッドを使ってみてくださいね。では早速作ったものを見ていきましょう。冒頭で紹介したこのお家、端っこのアトリエです。このアトリエはすでに上げたタイムラプス動画の方でお披露目したものです。なかなかいい感じにできたので、動画チャンネルである端っこのアトリエに形を与えたものということにしちゃおうと思いました。ちょこっと覗いてみましょう。ここに端っことお供の子豚が住んでいるという設定です。端っこは魔法で建築をしたり、その建材を作ったりしているいわば村の建築士。なのでこの応接室でお客さんから依頼を受けたりするようです。こちらはキッチンですね。内装はまだないそうです。こちらは作業場です。ここで端っこは自作ブロックやテクスチャなどを生み出しています。テクスチャはミシンで紡ぎ出すようですね。ここからお庭に出ることもできます。天気の良い日にはお外で食事をとったりしますん。優雅ですね。屋内に戻りましょう。続いては端っこの寝室兼設計部屋です。ロフトの上にあります。緑がいっぱいでお気に入りの空間です。このちょこっと狭い感じが癒やしなのですよね。ロフトから1階が見渡せます。パーティーなどをしたら楽しそうですね。という感じで、まだ内装が完成していませんが、今後、新ブロックを増やしていくたびに充実させていきたいと思います。このお家はタイムラプス動画用の単品として作ったんですが、気に入ったので、ここから村へと発展させていこうと思ったんです。次はこっちの方かな？
農家をやってるお隣さんを作ってみましょう。まずは土台を作っていきます。めちゃくちゃに置いてます。建築するとき、当たりをつけてから作ることもあるんですが、私の場合は最初を適当にしがちです。理由は、出来上がるにつれてこれじゃない感が発生し、どうせずらすことになることが多いからです。おそらく入り口になるアーチができてきましたね。窓も作っちゃいましょう。ミニチュリモットのパネルガラスはハンマー右クリックで奥へずらすことができます。窓枠装飾と合わせるといい感じですね。ドアも作っておきましょう。銅の土台を作ってます。銅を作るときは4分の1だけ作って残りは World Edit というモッドのコピー、回転、ペーストで済ませます。次は2階の壁です。家屋は1階が石造りで、その上に木枠の漆喰壁が乗っかった中世風の民家をイメージしています。木枠の模様を描いていきます。ミニチュリモットのハンマーツールを使えば左右クリックで壁の模様をくるくると変えていけます。それに World Edit のリプレイスブラシを合わせて使えば本当に塗り絵をする感覚で模様をつけていけるんです。屋根も作っていきましょう。私が建築をする上で大事にしてるっていうか癖になっていることは屋根の高さを壁よりも大きくすることです。上のパーツや先端を大きくすることで造形全体が可愛くなるからです。民家の場合、屋根が大きいと可愛いお家にしやすいと思ってます。ここからは早回しで見ていきましょう。私的に屋根は建築をかっこよくしたり可愛くしたりする上での最重要部分だと思ってます。重要なところから先に作っちゃえの精神でいくと屋根を最初の方で作り切ってしまうのが端っこ的には建築しやすいやり方ですね。裏側も作っていきます。開放感を求める端っこ。ウッドデッキが欲しいよね。ってことで、お家の壁もできていない段階でウッドデッキを作り始めます。お外をいじり出したので、ついでに道も整備しときましょう。自然の起伏を生かした道作り。なんだかんだで今回はタイムアップとなりました。最後に現時点での仕上がりを見て終わりにしましょう。
なのに農地がなくて池がある。そんな仕上がりでしたね。次回は池の周りや農地、あと内装などもできたらいいなって思ってます。それじゃあ今回はこの辺で。楽しんでいただけたならチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また見てね。今は少し寂しいけど私は